ですね、僕、10年くらい前にちょいちょいその地下アイドルの子たちのイベントの司会をやったりするっていう仕事を定期的にやらせていただいてた時期があったんですけども、その時にその地下アイドルの子から聞いた話なんですが、はい。地下アイドルの世界っていうのもちょっといろいろそのいろんな感情が渦巻くというか、そういう世界だっていうことで結構人の念が強いというか、例えばこうやっぱファンの人はアイドルを追っかけますし、でアイドルの方もファンはありがたいけれども、どうしてもちょっと受け付けないファンの方もいらっしゃったりとか、で結構やっぱ楽屋ではちょっとそういう悪口なんかも出たりするみたいな、ちょっと側面があると。また距離が近かったりしますもんね。そうなんですよね。で結構その地下アイドルって何組かでライブハウスで歌を見せて、で、そのライブが終わったら物販があると。で結構その皆さんアイドルの物販っていうとすごく行列が並んでみたいなイメージあると思うんですけれども、やっぱり本当のそのあまり有名じゃない地下アイドルは物販の時間っていうのも、もちろんグッズを売るっていう目的もありますけど、どっちかっていうとそのファンとのコミュニケーションみたいな感じで、ただちょっと変な話営業ではないですけれども、いろいろお話しすることで自分のライブにも来てもらおうっていうそういうような側面もあるっていうことなんですね。僕も実際その仕事した時にそういうような現場見てますし、でその女の子から聞いた話なんですが、その子がそういうライブに出た時、あるライブに出た時の話で、そのライブが終わってその物販コーナーに立ってたらしいんですよ。でそしたら後ろの方にその日出演してなかったアイドルの子がいたのに気づいたんですね。でそんなに親密ではないけれども、顔は知ってるっていうような感じの地下アイドルの子がいたらしいんですよ。で結構その地下アイドルのライブって出演してなくても、仲いい友達の手伝いに来たりとか、あとは今度この子と一緒にライブやるんでっていうことで、その出演してない子が物販に立つっていうのはそんなに珍しいことではないので、よくあることではあったらしいんですけれども、その子がなんかちょっと話しかけてきたらしいんです。でその内容っていうのが「あいつまた来てる」みたいな感じの、その女の子が言うわけですね。で言われた子も「え誰?」みたいなことでちょっと聞き返したら「あそこ」って指さして「メガネでハゲでデブの」って言ったらしいんですよ。で見たらそういうような容姿の40歳くらいのお客さんがちょっと離れたところにいるのが見えたと。で結構その子がちょっとこっちが心配になるくらいその人に対してすごく辛辣なことをブツブツ言ってたらしいんですよ。もうほんとキモくて嫌になっちゃうとか、もういつも同じ服着てるみたいなとかで見たら赤いチェックのシャツとか着てて、もういつもあの服でさみたいなことをで、なんかこの間手紙もらったけども速攻捨てたみたいなことを結構言って、でその子は最初生返事はしてたんですけど、内容が内容じゃないですか、その言ってることも。で周りにファンもいるわけだから、あんまりそんな楽屋じゃないんだからそんなこと言われたら印象悪いし、そうですね。でそんな小声でもないらしいんですよ。でなんだったらその本人にも聞こえちゃうくらいの心配もしてたんで、もう途中からもう相槌も打たなくなって黙ってたんですけども、ずっととにかくその人に対する悪口を喋ってるらしいんですね。でうわこれなんかもう本当に聞こえちゃったらどうしようってなんかで、これが例えばそのファンが聞いてその SNS みたいので上げられて自分も巻き添え食ったらどうしようとか、いろんなもうその心配してて、うわもうこの子本当この話やめてくれないかなと思って、でパッて見たらずっとこの子が文句を言ってた男性がいなくなってたんでした。であれもしかして聞こえて怒って気分を害してもう外出たのかなと思って、でもずっとその子のもうその悪口まだ止まんないらしいんですよ。でも
うわもう本当にいい加減にしてくれないかなと思ってた時にその子はっと気づいたらしいんですね。はい、あれこの子去年死んでなかったっけ。それまで全然その意識がなかったんですけど、あれこの子そうだ去年交通事故で死んでると思ってパッて見たらもういなかったらしいんですよ。で何これと思ってというかゾッとしたらしいんですね。でも何だったんだ、とにかくそのずっと話してる時は死んだっていうことを全く意識から離れてて、でも気づいた瞬間もう消えてたらしいんですね。でなんか変なの見ちゃった、これ幽霊かなと思って、でその日その出演者でちょっとした打ち上げというか、はいはい、食事会みたいのがあって、でそのライブあんまり初めて出るようなライブだったのでちょっと知らない出演者の方もいて、でさっきのことがすごくこう気になってはいて、いまいちその打ち上げも楽しめなかったんですね。でもこれを今言ってこんなことがあったって言ってちょっとそういう話で目立とうとしてる子って思われるのもなんか嫌なので、はいはい、言えずに悶々としてたらしいんですよ。そしたらその他の女の子がちょっと変な話していい？私今日幽霊見ちゃったかもって言ったらしいんですよ。はい、でその子はもしかして私の他にもこの子を見た人がいるんだと思ってちょっと身を乗り出したらしいんですね。そしたらその子があの人ってついこの間病気で亡くなってたよね、〇〇さんって名前を出したらしいんですよ。でもその〇〇さんっていうのはその自分が見た地下アイドルのことは違うらしいんですよ。で本名なのかなその子のとかって思ってたら、いやでも私見たものいつもライブに見に来る時と同じ服着てたよ、赤のチェックの。でそれ聞いてこの子が悪口を言ってたこの人も死んでたらしい、2人が死んでたらしいんですよ。でその子はもうとにかく亡くなってからもアイドルのライブに通う人で、亡くなってからもライブに来る地下アイドルで、その生前おそらく嫌いだったであろう悪口を幽霊になってからもずっと言ってる女の子、ちょっとそれのそういう世界のちょっとドロドロとしたものを見てすごくゾッとした。男性のファンも亡くなってからもライブに来てて、で女性の地下アイドルの子も亡くなってからライブに現れて、でずっと自分の嫌いだったファンの悪口を言ってた、死んでからもっていう。どちらもってことだったんですね。はい、へえ、すごいな。でその方ねはもう2人とも見えてたってことですもんね。そうですね。ただその子はその男性のことは全然知らなかったらしいんですよ。とにかくこの子が嫌ってるファンの人かと思ってて、でこの子が亡くなったって言ったのは知ってたんですけれども、こっちの方が死んでたっていうのは全然知らなかった。でもその赤いチェックのシャツ着てるのも見てるし、こっちの子も見てるしっていう。亡くなった後までずっと悪口言ってるっていうのもね切ない話ですよね。やっぱりちょっとファンも演者もちょっと執着してしまうような世界なのかなっていう、そういう地下アイドルとかの世界っていうのは。はあ、まあね、もちろんねそのアイドルですから、やっぱりね現実とは切り離してね健全に応援するっていうのがもちろんいいんですけど、一番ね楽しめるんですけど、距離が近い分それ以上の感情を抱いたりとかそれ以上を求めてしまうとか、
っていうことにもなりやすい世界だとは思いますよね。はあ、なんかでもなんかいろいろ考えちゃいますね。そうですね。ちょっとなんかそんな亡悲しいくなってまで話でも。言うなんてことは、その生前なんかもう本当嫌なことされたのかなとか。でもきっとそれだけ足運んで、亡くなってからもねこうライブハウスに足を運ぶぐらいのファンの方ですから、すごく応援して愛情を持って、でもその愛情の度合いがねこちらからすると大変だったとか、その2人の間に何があったかっていうのはもうその子もわからないみたいなんですけど、ちょっとそういうお互いの感情のすれ違いがちょっと亡くなってからもずっと続いてるっていうのがちょっと悲しい話かな。いやーすごい話ですね。